どうも、マシコユプラモチャンネルのマシコユです。今回制作するキットは、リアルブレード、ソードインパルスガンダム、スペック2。プレ版限定のキットで、初回販売の時に運よく購入できましたが、いろいろ忙しくて開封するまで1ヶ月経ってしまいました。開封してみた第一印象は、ランナー枚数がめっちゃ多い。ちょっとしたパズルのようですね。このキットは、もともとある RG ソードインパルスのランナーに、スペック2とレールガンの新規ランナーが組み合わさっていて、プレ版の空張り機ではあるあるですが、パーツ分割での色分けのために、同じランナーで色違いのものが何枚か入っているので、通常のインパルスガンダムよりもランナー枚数がかなり多めになっています。今回の製作方法は、ベースは成型色を生かした仕上げですが、一部のパーツを塗装して、自分好みにしていきます。公式サイトの完成見本写真を見ると赤一色に見えますが、実際のパーツで見比べると3種類の赤が使われています。私的には色にもっとメリハリをつけたいと思うので、一部のパーツに濃い赤系の色を使って色分けしていきます。部分的に色を変える作り方は、全塗装と比べて完成後の色剥げリスクを抑えられるので、大幅に回収や色替えをしない場合におすすめの製作方法です。それでは早速組み立てていきましょう。まずはいつも通り、パーツから少し離れたところで一度カット。次に、パーツに残ったゲート跡を2度切りしていきます。このキットはアンダーゲートが結構多いので、組み立てた時にゲート跡が見えにくい構造になっています。ですが、しっかり処理をしないとパーツを組んだ時に隙間ができてしまうことがあるので、ゲート跡をヤスリで整えます。今使っているタミヤのクラフトヤスリプロは、少し残ったゲート跡も軽く撫でるだけでかなり綺麗にヤスリがけができます。私の体感的には1000番で削ったヤスリ跡くらいですね。金属ヤスリは使うのに少し慣れが必要ですが、400番から1000番まで別々のヤスリを使って削っていた工程をこの1本で一気に行えるので、とても時短になります。模型用の工具はいろいろな種類があるので、実際に使ってみないとわからないものも多いですよね。もし皆さんが使っている工具でおすすめのものがあったら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。塗装しないパーツは説明書の通り、どんどん組み立ててしまいます。パーツがめっちゃ小さくて、普通に組み立てるのも一苦労ですが、その分成型色での色分けがほぼ完璧なのが RG のいいところですね。頭部の完成です。さすが RG、8組でこのかっこよさは本当にすごいですね。説明書通りにどんどん組み立てながら色変えしたいパーツを仕分けました。一部のパーツは塗装後のパーツがないと組み立てできないので、ばらしたままにしています。塗装の前にパーツに入ったモールドの彫り直しをしていきます。パーツの抜きの関係でしっかりと溝になっていない箇所や溝が浅い箇所を中心に溝を彫り直します。手書き針や木下げで溝を優しく何度もなぞって少しずつ彫っていきます。彫り直し作業はかなり地味ですが、墨入れがしっかり残るようになるので、目立つ箇所を中心にやっておくと完成した時にその差が出ます。ここからは塗装をしていきます。まずは水性ホビーカラーのシャア専用レッドで濃い赤にしていきます。赤系は下地の影響を受けやすいですが、赤色のパーツの上に塗っているので発色は問題ないでしょう。次にニュートラルグレーを使用。完成見本を見た時に白いパーツが他のパーツと比べて目立ちすぎかなと感じたのでグレーにしてみます。エクスカリバーの白パーツは他のパーツとつけたり外したりして擦れることが多いので、成型色のままにしておきました。アンクルガードの一部赤いパーツも全体の色のバランスを見てグレーにしました。乾燥待ちの間に未塗装のパーツに墨入れをしていきます。水性ホビーカラーのファントムグレーを水で薄めて墨入れしていきます。色が薄くなりすぎない程度に薄めます。
この方法だと墨入れ塗料のように溝に流れてはくれないので、筆で溝をなぞるようにして墨入れします。この作業は墨入れ塗料を使うよりも少し手間がかかります。はみ出した箇所は乾燥後にマジックリンを含ませた綿棒やフィニッシュマスターで拭き取ります。エナメル塗料の墨入れは無塗装のパーツに使うと、形状や場所によってはパーツを割ってしまう可能性があります。特に RG のように小さかったり薄いパーツは溶剤の影響を受けやすいので、水性塗料や溶剤の少ないものを使うとパーツ破損を防げます。ディテールが強調されてさらにかっこよくなりましたね。塗装したパーツが乾燥したので、こっちはタミヤの墨入れ塗料のブラックを使っていきます。塗装済みであればプラに直接エナメル溶剤がつきにくいので、エナメルで墨入れをしても割れる可能性が低いです。塗装していないパーツでも力がかかっている場所を避ければ何の問題もなく使うことができます。墨入れ塗料の方が溝に流れていきやすいので、水性塗料を使用した方法よりもこっちの方が作業効率はいいですね。はみ出し箇所は乾燥後にエナメル溶剤で拭き取ります。このパーツはモールドを彫り直しておいたおかげでしっかり墨が残っています。次に付属のシールを貼っていきます。水転写デカールと比べると余白が大きくて厚みもあるので、そのまま貼るとシール感が目立ってしまいます。そのため少し面倒ですが、シールを貼る前に余白をカットしておくと貼った後でも目立ちにくくなります。全部貼ろうとすると数時間はかかるので、目立つ箇所やモールドが少ない箇所のみ選択して貼りました。最後に仕上げのトップコートです。水性ホビーカラーのプレミアムトップコート、艶消しと反光沢を混ぜて好みのツヤ感に調整します。プレミアムトップコートのツヤ消しはかなりマットな仕上がりになるので、今回のソードインパルスにはツヤ感が程よく残る感じがいいなと思いました。トップコートを拭く前に可動部やクリアパッツにはマステを貼って保護しています。トップコートの乾燥をしっかり待ってから各部を組み立てていきます。今回久しぶりに RG キットの製作でしたが、組み立てだけでも結構時間がかかりましたね。さらにゲームしたりモチベが上がらない日が続いた結果、完成までだいぶ時間がかかってしまいました。ちなみに先日のプレ版で RG ブラストインパルスステック2がようやく購入できたので、届いたら速攻作って一緒に飾るのが今からとても楽しみです。それではリアルブレードソードインパルスガンダムスペック2の完成です。部分的に色替えした濃い赤が色の情報量を増やしてさらに精密感が上がったように感じます。さらに白かったパーツをグレーにしたことで全体的に落ち着いた印象になったと思います。回収作業やディテールアップをしなくてもかなり格好よく仕上がる最近のリアルブレードは本当に素晴らしいキットですね。今回の制作はいかがでしたか？まだまだ入手が難しいですが、再販も何度かされているのでぜひゲットしてほしいキットです。それでは今回の動画はここまで。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。